皆さんこんにちは。ザ・京都のゆうごです。今日はですね、7月の15日祇園祭りに来てます。いや、祇園祭り歩行者天国の日ですよ。よいよい山ですね。すごい。もうね、結構時間が9時半ぐらいでして、結構ね、人は減ってきてます。まあ外ゆえに撮影がしやすいんで、この時間に撮影しに来た次第です。ということで、ちょっと人がピークタイムより半分ぐらいに減った祇園祭りよいよい山を皆様お楽しみくださいということで撮っていきましょう。これは笠鉾。笠鉾です。小さいタイプのやつですね。美しい。さあ、これね、だいたい説明がこうやって書いてあります。四条笠鉾。読み方とかわからんかったら、ああいう看板を探してみたら名前が書いてあったり説明が書いてあったりするんで、わからない方はぜひそれを読んでください。それで、この歩行者天国のよいよい山に来る人、注意しないといけないのはですね、通りが一方通行になっている通りがあります。ここみたいに結構横に太い通りは一方通行になってないんですけど、細い通りはね結構一方通行になったりするんで、皆さん気をつけてください。ちょっとさっき左曲がったところにも山鉾あったんですけど、一旦この四条通り沿いの有名どころを抑えてから細い道に入っていきたいと思います。これはこれ何山って読むんやろ。これ何山って読むんだ。これは何山って読むんだろう。さあ、こういうのがわからないときは看板を探すと。おお、でも美しい。めちゃめちゃ綺麗や。めちゃめちゃ綺麗。いや、でもやっぱ人がいい品からなんか結構ゆっくりじっくり鉾見れるな。なんかゆっくりじっくり鉾見たい人は9時台とか10時台に来るといいかもしれないですね。あったあった、看板。活居山と読むみたいです。活居山。なんか大体この山鉾の成り立ちってなんか中国のなんかルーツがあるみたいですね。ここに書いてあるんですけど、さあまだまだありますよ。10何個ありますからね、山鉾。正確な数覚えてないんですけど、10何個ありますから、ゆっくり多分4、50分かけて見ていくことになると思います。いやー、でもかなり人多いな。
まだでこれでも結構人減った方ですからね。あったあった、さっき言ってた一方通行のところです。もう歩くのも一方通行になりますから、ここね、これこういう細い通りは一方通行になっちゃいます。なんでちょっと大回りして後ろの方向はね見に行かないといけないですね。そうそう、こっちはだからこっちから入れるんですけど、奥から我々の手前に向けて行くのはいけないと。この細い道はね一方通行になってるんですよ。いやー9時半やのに人多いな。それでですね、これもう一個注意点があって、これ道路の右と左で一方通行なんですよ。なんでこっちの鉾見るときはちょっと一旦奥行って U ターンしてこないと。一方通行なんでね。でもなんかこっからすごい綺麗に撮れそうやし、撮っちゃおう。これは月鉾かな。月鉾だ。月鉾。ちなみにこの上の部分登ることができます。この部分ですね、登れます。月鉾は確か1000円だったかな。で月鉾は男女ともに登れるんですけど、なぎなたぼことあともう一つなんかは、男性しか上に登れなかったりします。さあこれは鉾引き初めも見た観光鉾ですね。観光鉾で、ほらほら左側通行って書いてありますからね。左側通行で、これが菊水鉾、奥に見えるのがこれ、奥に見えるのが菊水鉾で、この奥に見えるのが鶏です。鶏鉾、これね、画面中央にあるやつで、こっちは一方通行なんで入れないと。行く場合は奥から迂回してこないといけません。ということで、まずは観光鉾から見ていきたいと思います。お、いいですね。これが観光鉾です。お囃子が演奏が行われてます。でこれ観光鉾も、いくらか払ったら乗れます。確か1000円だったはず
で観光木も男女ともに登れます。でこうやって見たら分かるんですけど、女の方も鉾の上に乗っていただけますって書いてあるんですけど、まあ中にはね女性が登れないものもあると。ここはかんこぼこ町っていう町の名前にもかんこぼこというのが使われてて、提灯にも書いてあります。綺麗ですね。まあ当然のようにバスも走ってないです。ここがね、もう7時台とかに来るとすんごい人だかりです。今結構これ9時半になってやっと半分になったぐらいですね。半分でもこれぐらいいますから、まあ、これが倍になってると思っていただいたらいいんじゃないでしょうか。でちょっと月鉾に行く前にまずちょっとなぎなたぼこ、おなんか学生が喧嘩してる。さあさあ、前に見えるのは前祭りの山鉾巡行で必ず一番最初を歩くなぎなたぼこです。なぎなたぼこは、乗るにはね、確かお守りかなんかなぎなたぼこグッズを買ったら上に登れるんですけど、乗れるんですけど、なぎなたぼこに関してはですね、残念ながら女性の方は乗ることができません。男性しか乗れません。なんでなんでしょうか。なんかご存知の方いたらコメント欄に書き込んでいただけると。もうでもグッズ売ってないからもう今の時間は登れないですね。これですね、なぎなたぼこ。なぎなたぼこ。立ち止まってお撮影ご遠慮ください。立ち止まらず進んでください。ですね、さっきなぎなたぼこは前祭りの巡行で一番最初を歩く走るって言ったんですけど、本当はね、鉾っていうのは山鉾っていうのはですね、順番をくじ引きで決めるんですよ。ただ中にはくじ取らずっていう、くじを取らない、もう確定してるからね、順番が確定してるからくじを取らない山鉾がありまして、それの一つがこのなぎなたぼこです。一番上にはなぎなたがついてます。これね、なぎなたぼこです。すごっ。この提灯の明かりは屋根一体型太陽光パネルが日中発電した電力で点灯してます。マジ、この上が太陽光パネルみたいです。すごっ。モノクロームって書いてある。すごいな、ハイテクや。でここも左側の一方通行、
ちょっと通り過ぎたところに行くまでね、この右側に入ることができません。さあここで U ターンします。あ、この辺りはね、大通り沿いにコンビニがここぐらいしかないんちゃうかな。こっから大通り沿いは確か4、5分歩かないとなかったと思うんで、さっきのファミリーマートでね、お茶とか買いたい方はさっきのファミリーマートで買ってください。横のね細い道に入ってったらコンビニは結構あるんですけど、この大通り沿いはね実はあんまコンビニないんですよ。雨降るかもしれんからカバーがかぶせられてます。さあさあ U ターンしまして、次は月鉾を目指します。この動画見たらね、多分ね山鉾のこのやって配置、明日の宵山のどういう風に回るのが一番効率的かっていうのが分かると思います。不要第6站十字路口，慢慢的往前走，慢慢的往前走。向かいに見えるのは先ほど撮影した閑古鉾です。閑古鉾も実はくじ取らずの鉾です。山鉾巡行の際、2番目を必ず走る鉾になってます。
こっち側に行くことができないんで、鶏鉾は月鉾を見て左に曲がってちょっと大回りして向かいます。月鉾、これが月鉾です。いいなあ。月鉾も、入場券を買えば、入ることができます。ただ月鉾の入場券は結構なくなるのが早くて、だいたい8時ぐらいでなくなっちゃいます。めちゃめちゃ綺麗やなこれ。しかもこの提灯のライトと月っていうの感じが合いますよね。海外からもたくさんの方が来てくださっていっぱい写真を撮ってくださってます。嬉しい。こうやって日本の文化が世界に届いていくのが嬉しいですね。さあここを左に曲がって、何鉾かなあれは。ちょっとわかんないんですけど、1個か2個ぐらい鉾を見て、鶏鉾を目指します。焼きそば、いやもうね、この祇園祭の歩行者天国といえばこのねたくさんの屋台も雰囲気が出てていいですよね。あ、前田のベビーカステラ、毎度ねこの前田のベビーカステラだけめっちゃ並ぶんですよ。見てもらったら分かるんですけど、これすごい行列ができてます。ぜひ祇園祭に来たら前田のベビーカステラは食べて帰っていただきたいですね。僕は京都に生まれ京都で育ってるんですけど、前田のベビーカステラいまだになんでこんなに並んでるのかが分かりません。いつももう並びすぎてちょっと並ぶんしんどいんで結局1回も食べたことないんですよね。
ちょっとなんかあれうわうわ、両方ともある。こっちにもなんか山ぼこあるし、こっちにも山ぼこある。そして前にも山ぼこがある。どういうルートで行こう。やばい。あ、船鉾や。これは僕が好きなやつ。かっこいいんですよね、船鉾は。去年見たんですけど、船の形をしてて、鉾がもう名前のまんまなんですけどね。美しい。鉾が船の形してます。船鉾も配管やってます。1000円。これも多分男女ともに行けるはず。あ、安産祈願。子供を産む方は安産祈願お守り、船鉾の安産祈願のお守りをどうぞ。ちょっともうちょっと近いな。ここにね、この上の通路から鉾に乗り込むことができます。美しいな。奥にもここはだからこれ抜けちゃったらもう後ろに戻れないってことか。一方通行。うわ、こっちにも鉾がある。一旦こっち行こうか。いや、これはですね、抜けなく全部見るん結構大変な気がするな。さあ、これは山ですね。これはちょっとおしゃれなとこ行って。岩戸山です。これも綺麗やな。あ、これは山やけど結構でかい。なんか山といえばちょっと小さいイメージやけど、これは結構でかい。何食べたい？牛タン。行こう。牛タン行こう。おっちゃんがこうだろう。
ここも登れるみたいですね。これはしかも配管料500円、安い。さっきまでのところは全部1000円やったのに安い。ということで一方通行やったしな。こっちは行けんのか。さっきの道が一方通行やっただけで、この道は一方通行じゃないはず。あ、うまそう。焼きそばうまそうやな。さあ、こっから先は一方通行で戻れないので、一旦こっち行くか。貴族山か、これは。貴族山。どの山ぼこもこの提灯がついてんのかっこいいな。でもなんかちょっとボリュームはない貴族山。こんなこと言ったら失礼やからやめとこう。でもなんか松ぼっくりが飾ってある。貴族山です。よし。あ、もう電気が消え始めてる。白楽天山、白楽天、白楽天なんて読むんや。いやでも提灯もついてない。もう、ね、夜遅くなるとね、人いいことなんですけど提灯が消えたりするんですよね。白楽天山みたいです。白楽天山。うわ、ちょっとこれは鶏鉾じゃないんでしょうか。これは鶏鉾な気がするんですけど、鶏鉾も電気消えちゃってるよ。あー、電気消えた。
もう鶏鉾も時間が来て電気消えちゃいました。あちゃー、鶏鉾。あらららら。ここはまた明日撮影しましょうかね。ということでラスト菊水鉾行って今日の動画は終わりにしましょうかね。いやザ・京都たるもの、そんな甘いこと言ってちゃダメやな。北側もまたブラブラして何個か見て終わりにしましょう。今行ってたのが南側ですね。四条通りから南側をブラブラ歩いてたんですけども、次は四条通りの北側を歩いていきます。さあ、四条通り北側、一つ目は菊水鉾です。菊水鉾はまだ電気ついてくれてる。うわ、この右手の行列は前田のベビーカステラや。すげえ並んでる。さあさあ、菊水鉾行くんだけど U ターンしないと。あ、これさっき見た月鉾ですね。こっちがさっき見たかんこ鉾で、次は菊水鉾行きます。菊水鉾も、鉾引き初めの動画に出現してます。いいね、菊水鉾。これも上に上がることできる。ママが着れる大きさやから余裕で。あとは名古屋に買ってもらうところはない。でも昔のやつだから古い。誰やったっけ？誰やったっけ？あ、まさつぐやん。まさつぐ。これやん。菊水鉾です。菊水鉾なんか上にめっちゃついてる。あれは何なんだろう、あの白いのは。ちょっとご存知の方いたらコメント書いてください。はい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 。あ、先端。またいろいろ出てきましたよ。次は山伏山。あれなんて読むかな。ちなみに僕祇園祭りのこのよいよい山とかよい山はね、人生でもう10回以上行ってるんですけど、いまだに全部の山鉾の名前読めません。こっちが
露天神山、こっちが山瀬山、こっちが占い大山、仙台山。あ、やば、全部電気消えてる。電気ついてるのこれだけや。一旦こっち行こう。さあこれなんて読むんやろな。これ占い出る山。ここもさっきの裏手山の愛称で親しまれております。裏手山、裏手山、裏手山みたいですね。裏手山っつうんやな。裏手山です。ということで、さあ烏丸通りに出てきました。この烏丸通りがね、一番屋台とか出ててにぎわってる通りなんですよね。あ、ここにさ、なんか一個半分だけ提灯ついてる。何山やろこれ。これは妄想山、妄想山っていうみたいです。妄想山、提灯が半分消えちゃってる。しかもちょっとブルーシートかかってます。なんでやろ。雨降る。お、綿花ついてる。綿がついてる木に。さあここがね、もう若者がめちゃくちゃいる、もう両サイドが屋台に囲まれてる通りです。あ、もう10時過ぎてるんで屋台も終わってきてますね。もうすごいです。この年に1回この宵山のこの2日間だけめちゃくちゃ人がいる。
こっちか。次はちょっとこっちに入っていこう。曲がってすぐのところで10年以来ぶりぐらいに友達に出会って、その友達とブラブラ喋りながら歩いてたらカマキリ山見つけたんで撮影しました。カマキリ山の特徴は本当に山の上にカマキリが乗ってるんですけど、これが巡航の時、電気なのか人力なのか分かんないですけど、カマキリの鎌が動くんですよね。これも結構巡航の時面白いんで、ぜひ皆さんカマキリ山巡航の時に見つけたら見てみてください。いや、友達に捕まってしまいました。山伏山、北に上がります。いや、祇園祭り歩いてるとね、京都生まれ京都育ちなんで友達に会うんですよね、普通に。しかもその友達と喋ってる間に時刻は11時を回ってしまいまして、完全に歩行者天国が終わってしまいました。おおおお、なんかすごい雰囲気の場所やな。あ、こっちは消えちゃってる。なんか目の前にもちょっと薄暗い提灯がたくさんありますよ。もう23時を超えているのに。あ、そっか、これ23時超えたからもう一方通行とかもなくなってるんだ。出すとき23時超えた後の方が撮影はしやすそう。雰囲気ちょっと伝わらへんけど、祭りの。いや、この雰囲気めっちゃ良くないですか。この京都の街並みに両サイドに提灯が立って、めちゃくちゃ良くないですかこれ。お、矛発見。最後にじゃあこの矛をちょっとチラ見して今日の動画は終わりにしたいと思います。今何矛だろうか。矛っぽいけどね、山じゃなくて。ちょっと電気ついてないですけど。さあ、これは放火鉾や。放火鉾。ちょっともう23時超えて電気がついてないのがちょっと残念ですけど、これもこれで明るい時間しか来れないね人からしたらレアなんじゃないでしょうか。23時を超えて京都にこの烏丸界隈に残れる人は遠方から来てる方だったら少ないはず。この電気が消えている放火鉾もレアな気がします。放火鉾、時刻はもう23時20分です。
ということで、うわ、なんかすごい夜やのに浴衣屋さんか。いいなこの感じ。ということで今日の動画いかがだったでしょうか。いやー、祇園祭宵山、宵々山か。今日は歩行者天国すごいですね。やっぱ迫力が、もう人もめちゃくちゃ多いですし、いやほんまにすごかったです。ちなみに今もう歩行者天国が終わっちゃったんですけど、動画撮影始まってすぐの時は歩行者天国だったと思うんですけど、もう今は始まってすぐのところです。動画がスタートしてすぐのところ、もう歩行者天国が終わっちゃってます。車が走ってますね。こんな感じで祇園祭りも宵々山もね一旦落ち着いた感じです。ほら、月鉾も電気消えてる。ということで今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも動画作りの励みになりますのでよろしくお願いします。コメントを書く際はぜひ母国語で書いてください。無理して日本語で書こうとか思わなくて大丈夫ですからね。母国語で書いてください。ということで今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。月鉾を映しながら皆さんありがとうございました。バイバーイ。